皆さん、こんにちは。よしえです。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。はい。今日は、見てくれている人からリクエストをもらっています。海外に住んでいて、日本の何が恋しくなるかについて話をしてください。という、メッセージをもらいました。はい、楽しいですね、こういう話は。今、私は、パラグアイという南米の国に住んでいて、1年半ぐらい経ちます。はい、普段はあんまり、何が恋しいとかいうのを、考えはしないですね。最初はすごく気になっていて、なんか日本にあるのにパラグアイにないものはなんかいっぱいあるなーとか、ね、そういうふうに考えていた時もあったんですけど、だんだんやっぱ慣れるし、そういうね、恋しいものばっかり考えていても、やっぱネガティブになっちゃうので、考えないようになっています。はい。でも今日はちょっと久しぶりに何が恋しいかなって改めて考えてみたので、それをシェアします。はい。まず、3つ紹介します。まず1つ目は、スーパーのお菓子です。はい。ポイントは、スーパーのっていうとこですね。はい。パラグアイでも、やっぱお菓子屋さんとか、ケーキ屋さんとか、すごく美味しいところがたくさんあって、そういうところで買うお菓子は、大好きなんですよ。でも私、すっごくたくさんお菓子を食べる人なんですね。で、日本にいた時は結構スーパーでよく自分が食べるお菓子を買っていました。うん。すごく安いやつ。はい。で、そういうものをパラグアイで探そうと思ってスーパーとかで買うと甘いんですよね。すごく、ガツンとくる甘さっていうか、なんかベロが痛いみたいなぐらい結構私の舌には合わないんですよ。このやっぱ砂糖の使われている量が全然違うなって思います。これはね、もうどうしようもないですよね。私は生まれてね、30年ぐらいずっと日本に住んでいて、日本のお菓子の甘さに慣れているので、パラグアイだけに限らず、アメリカに行った時とか、ね、ヨーロッパに行った時とかも、やっぱり甘く感じますね。海外のお菓子の方が。なので、いつも思うのが、海外の人が日本に来たら、日本のスーパーのお菓子って甘くないんじゃないって思うぐらい、甘さが違いますね。特にチョコレートが好きなんですけど、なのでね、今、チョコレートをスーパーで買うことは全くなくて、もう70% のチョコレートとかを買って、自分でクッキーを焼いたりして、はい、食べています。あとは、日本でたくさん買ってきたお菓子を少しずつ食べたりして、なんとかしています。はい。はい。では、二つ目に行きます。二つ目は、ファーストフードのお店のドリンクについてです。私はね、飲み物に砂糖が入ってるのは苦手なんですよ。また砂糖の話って感じなんですけど、はい、日本人は、お茶をよく飲みますよね。砂糖が入っていないお茶をよく飲みますよね。だから、例えば、マクドナルドとか、ケンタッキーとか行った時に、私は必ず、お茶か、アイスティーか、アイスコーヒーの砂糖なしを、はい。で、パラグアイでも結構私はマクドナルドとか、ケンタッキーとか、ファーストフード店に行くこともあるんですけど、砂糖が入ってない飲み物が一つもないですよね。
セットになるのは基本的にファンタとかの炭酸飲料か、ジュース、オレンジジュースとか、そういうものだけなんですよね。で、どうしようもないから、コーラを選ぶことが多いんですけど、はい、もう、できれば飲み物から砂糖は取りたくないので、これをアイスコーヒーにしてくれないかなとか思うけど、アイスコーヒーっていう文化がそんなになんか強くはないですね。探せばあるカフェとかもあるけど、ファーストフード店にはないですね。はい。やっぱライフスタイルが全然違うから、しょうがないとは思うんですけど、ちょっと怖いのが、やっぱコーラって頻繁に飲んでると、なんか中毒性があるのか、なんか、また飲みたいなっていう気分に、なってくるんですよね。私、日本でコーラを飲むのは、1年に1回あるかないかぐらい。他の炭酸飲料も全く飲まないので、全然中毒性、なんていうか、アディクトしてなかったんですけど、なんか海外に来てというか、パラグアイに来てから、なんか炭酸飲料が美味しくてたまらない。もうすごく頻繁に飲むようになってしまいましたね。はい。ちょっと体に良くないなとは思います。はい。では、3つ目。3つ目は温泉です。はい。温泉って聞いて、そうだよね、みたいな。日本人といえば温泉恋しいよね、みたいに思った人も多いと思うんですけど、やっぱり今ちょっとね、冬なんですよ、こっちが、パラグアイが。それですごくやっぱ寒くなると温泉に入りたくなりますね。で、温泉自体は日本以外にもね、あるの知ってますか？近くだとアルゼンチンに温泉があるみたいだし、アイスランドとかに温泉があったりするのも知っています。いろんなところに温泉があると思うんですけど、私が恋しいのは、大きいお風呂が恋しいわけではないんですよね。はい。その、温泉っていうものの、プレゼンテーションの仕方が好きなんですよ。どういうことかっていうと、温泉が出る、この自然の温泉が出る地域っていうのは、たくさんの温泉旅館、ホテル、日本風のホテルですね、がたくさんあることが多いです。で、その一つのホテル、旅館に泊まって温泉を楽しむこともできるし、例えば A ホテル、A 旅館の温泉に入って、次は B 旅館に行って、次は C 旅館に行って、で、温泉だけを楽しむこともできるんです。はい。そして、基本的にその温泉が出る地域っていうのは観光地になっていて、たくさんのお土産物屋さんがあったりします。で、みんな浴衣を着て、そういう街歩きをして楽しんだり。っていう、そのすべてのアクティビティが楽しいんですよね。はい。だから今、この寒くなってきた時期は、日本の温泉がある観光地に行って、街歩きを楽しんで、美味しいご飯を食べて、ゆっくりしたいなっていう気持ちになります。はい。では、今日は私が日本の恋しいこと、食べ物などを3つ紹介しました。はい。この動画が面白いなと思ってくれた方は、ぜひ感想をコメント欄に書いてください。では、この動画がいいねと思った方は、チャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。